こんばんは、ボスケです。今までね、たくさんの望遠鏡をレビューしてきたんですけれど、今回のね、望遠鏡はね、多分ね、一番小さいと思います。この中にね、望遠鏡が入ってます。それではね、開封します。ミュージックスタート。はい、箱の中に箱が入っていました。一旦オープニングデモ。はい、それではまた開封します。はい、箱の中の箱の中の箱が出てきましたね。一体今日はね、何回ミュージックスタートするんでしょうか。はい、ミュージックスタート。はい、これがね、アスカ FMA180 というね、望遠鏡ですね。皆さんね、多分ね、ほとんど名前聞いたことないと思います。アスカという会社は、もう本当にね、これがね、初めての登場になります。海外製のね、メーカーですが、サイトロンさんでね、今扱ってます。同時にね、3種類ね、発売されたんですけれど、この望遠鏡が中でも一番ね、小さい望遠鏡で、私的にはね、これはすげえと思ってね、ついポチっちゃったやつですね。口径はね、40ミリ。センチに直せば4センチですね。なんとコルキットスピカと同じ口径です。で、コルキットスピカよりも短いですので、焦点距離はね、たった220ミリ。さらにね、レデューサーレンズをつければね、180ミリになるというね、本当にね、短い望遠鏡なので、ほらほらほら。この大きさです。手と比べてください。えらい小さいですね。本当にこれ望遠鏡なのかって傍から見りゃね、望遠鏡には絶対見えないですよね。それではね、これをね、ちょっとね、まずは外観レビューとして今日はやっていきたいので、外観を見ていきたいと思います。まずはね、対物レンズから見ていきたいと思います。この対物レンズね、すごいですよ、また。実はね、中まで見えないと思いますが、3枚玉アポクロマートって言いまして、対物レンズにね、ここの部分に1枚、2枚、3枚というね、3枚レンズがね、含まれています。で、そのうちの2枚はなんと ED レンズです。もうこのね、口径4センチクラスでね、3枚玉アポクロマートなんていう望遠鏡ね、私ね、ほとんど聞いたことがないです。他にありましたでしょうか。そしてね、今度はね、これを外しますね。そうするとね、中からもね、レンズが出てくるでしょう。こっちのね、対物レンズとは他にレンズがあります。これはね、実はレデューサーレンズ。このね、レデューサーレンズを使わなければ、焦点距離がね、220mm の眼視用の望遠鏡になり、このレデューサーレンズをつければ、焦点距離がね、180mm のね、天体写真専用望遠鏡になります。天体写真専用望遠鏡っていうか、むしろもうカメラレンズですよね。人によってはね、これをね、電子感棒で使うっていう手もありますし、これをガイドスコープとしてね、使うっていう手もありますね。ガイドスコープだとしたらね、すごいね、リッチなものですね。これ実はね、定価5万円します。一体コルキットがね、何個買えるか。眼視だったらね、おそらくね、コルキットとね、そんなにね、性能が変わらないと思いますので、私的にはね、これを買う人はほとんどの場合がね、天体写真を撮りたいからっていうね、動機じゃないでしょうかね。ちょっとね、これでね、眼視感棒するっていうのはよほどのね、ミニチュアマニアで、私もね、ちょっとこれでね、月とかを見てみたい。でもね、手軽に持てるから、それはそれでいいのかもしれないですね。ということで、まずはね、じゃあ、あまりね、目的にしてる人は少ないとは思いますが、眼視用のね、望遠鏡として組み立ててみましょう。おそらくですがね、この筒が怪しいですね。ほら来た。エクステンションチューブ1とエクステンションチューブ2。延長灯1、延長灯2。
でこっち側にねネジが切られてて、こっち側にね何やらね接眼レンズがね取り付けられそうな穴がありますので、まずはこのネジをつけてみましょう。私ね実はねこの望遠鏡ねほとんどね下調べしてないんですよ。ですのでねほとんどね山勘でやってます。長らくね望遠鏡とかを使ってるとね本当はいけないんですけれどね、不安な人はね説明書とか見ながら作ってください。でおそらく普通の接眼レンズがこうやってほら取り付いた。つまりこれがね直接見るためのやっぱり筒だったわけですね。はい、ということでねこの形が天体写真を撮らない人の眼視用の天体望遠鏡の形となります。でねおそらくですがこのね延長灯を一つ取っちゃって、こういうところにね組み立て用のねフローズがついてますのでねこれを参考にしてほしいのですが、このね延長灯を取った状態でさっきのねこれをつけますよね。でこの状態でアイピースを外して、今すごいいい音が鳴った。ほら今の音はねかなりね精密にね作られている、精巧に作られているっていうね音ですね。聞こえます？そんなことはどうでもいいんですが、こうしたね天頂プリズムをつければね、これね成立プリズムですのでね、こうやって見るとね成立像に見えるわけです。このままね地上の景色をね見てもいいだろうし、これをね整列ファインダーにしてもいいですよね。でちなみにピントはねここで合わすみたいです。ヘリコイド式ですね。ヘリコイドっていうのはこういうところにねリングがあって、こうやって回すとこのね接眼レンズもしくは対物レンズがねこうやって動くタイプです。カメラレンズとかにね使われている、ピント調整機構ですね。じゃあね今度はね足がないのでね今度は足の部分を組み立ててみましょう。本当になんかね防具を使ってるような感じですね。私あまり防具は使ったことがないんですが、これがね鏡頭バンドですね。鏡頭バンドはパッカーンって開くタイプじゃなくって、もうね初めからもうリングになってます。リングになってるので、この鏡頭バンドはあらかじめねこのようにね鏡頭にねこのようにね差し込むわけですね。わかるかな？このね精密さすごいです。だんだんねテンションが上がってきましたね。なんか嬉しくなってきちゃいますね。でまずこれがねアルカスイスダイザー、多分ねこのようにね取り付けるわけですね。アルカスイスダイザーを。でもねまだついてるんですよ。これがねありがたダイザーですね。ありがたといってもこれはねファインダーサイズの小さいタイプのありがたです。これもついてます。あとね足もついてますね。もうねこういうのをね組み立てるだけでもねなんかねほらこの辺にねボルトがね1杯ついてますので、このボルトでね組み上げるわけですね。とりあえずボルト4本でね、見た感じね六角レンチがあった六角レンチもついてますね。なんか今日はね本当はねテンポよくチャ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 っとやっていきたいんですけどね、なんかちょっとグダグダ感があります。このね赤いリングの色もいいですよね。これねアルマイト処理されてます。塗装ではないですね。表面をねこういう処理することによってね酸化を防いでるわけですね。で見た目も綺麗なのでね、海外製のね望遠鏡はねこうやってアルマイト処理されているねパーツが多いですね。日本製の望遠鏡ってあんまりいうユニテックさんだとかそういったところにはいうねポタ石にはよく見られるんですけれど、あまりね鏡頭バンドだとかでこうやってはめて、ちょっと蓋を閉めておきます。ちょっと怖いので。ちなみにね蓋もね金属蓋ですね。とても精度のいい音がします。何を触っても本当にね精度が良いですよ。素晴らしい。まずはねアルカスイスダイザーをつけました。こんな感じですね。ここのネジとねこのねフォーカスの間のね長さ、それがね結構ギリギリにね収まるようになってます。抵触はしません。とてもなんか考えられた設計ですよね。確かどっかのねメーカーのねガイドスコープぶち当たりましたもんね。おいおいって思いましたが、これに関してはねセーフです。でこのようにね鏡頭の固定ネジもつけまして、そうするとね回転が抑えられますので、はいだいぶね様になってきましたよ。もうねほんと天体望遠鏡っぽくなってきたじゃないですか。はい、今回はちょっと動画が長くなってしまいますのでここまでにしたいと思います。次はレデューサーを使った姿をご紹介したいと思います。それではこのねアスカ FMA180 の外観をねもう一度見ながらお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。